皆さん、こんにちは。ざっくり解説の時間です。今回は、日本経済の運命を変えた歴史的な出来事、プラザ合意について、ざっくりと、そして分かりやすく解説していきます。1985年9月22日、ニューヨークのプラザホテルで開かれたたった1日の会議が、その後の日本経済を30年以上も苦しめることになるとは、誰が想像したでしょうか。実はこの日、先進5カ国の財務大臣と中央銀行総裁が集まって決めたある合意が、日本にバブル経済を引き起こし、その崩壊後には失われた30年と呼ばれる長期停滞をもたらしたのです。プラザ合意という名前を聞いたことがある方もいるかもしれません。しかし、それが具体的に何だったのか、なぜそんなに重要だったのか、そして今の日本経済にどうつながるのか、詳しく知る人は意外と少ないでしょう。プラザ合意とその後の協調介入、米金利の変化などが重なり、為替は2年ほどでおよそ半分まで円高が進みました。合意前の1985年9月にはおよそ236円だったレートが、1987年末には120円台まで円高が進みます。わずか2年で円の価値が対ドルでおよそ2倍になった計算です。想像してみてください。あなたが輸出で稼いでいたお金が、突然半分になってしまう状況を、実際には価格調整や為替ヘッジなどで一部は緩和されましたが、これは日本の輸出企業にとってまさに晴天の霹靂でした。しかし、この急激な円高への対策として日本政府が取った政策が逆に日本を未曾有のバブル経済へと導きました。東京の地価だけでアメリカが買えるといった当時の誇張表現が広まるほど資産価格は異常に膨らんでいったのです。そしてそのバブルが崩壊した後は長い経済停滞へと向かいました。なぜアメリカは日本に円高を迫ったのでしょうか。なぜ日本はそれを受け入れたのでしょうか。そしてプラザ合意は本当に日本経済を狂わせた元凶だったのでしょうか。この動画ではプラザ合意前後の世界経済の状況から合意の内容、そしてその後の日本経済への影響まで時系列に沿って詳しく見ていきます。さあ、日本経済の運命を変えた歴史的瞬間の世界へ一緒に旅立ちましょう。第1章、バブル経済前夜。1980年代前半の世界経済。プラザ合意を理解するためには、まず1980年代前半の世界経済がどのような状況だったのかを知る必要があります。その頃、世界経済は大きな転換期を迎えていました。1970年代、世界は2度のオイルショックに見舞われます。1973年の第一次オイルショック、そして1979年の第二次オイルショックです。石油価格が急騰し、世界中でインフレーションが進行しました。物価がどんどん上がり、人々の生活は苦しくなっていく。アメリカも例外ではありません。1970年代後半から1980年代初頭にかけて、アメリカは深刻なインフレに悩まされました。1979年には、インフレ率が年率 13% を超えるという異常事態。想像してみてください。もし給料がそのままなのに、物価だけが1年で1割以上も上がったらどうでしょう。100万円の生活費が、翌年には113万円必要になる。アメリカ国民はまさにそんな現実に直面していたのです。そこで登場したのが、1979年に連邦準備制度理事会議長に就任したポール・ボルカーです。彼は大胆な金融引き締め政策を実施しました。金利を大幅に引き上げ、お金の流通量を減らしてインフレを抑え込もうとしたのです。一時期、フェデラルファンド金利、通称 FF 金利は 20% 近くまで上昇しました。金利は1981年前後に非常に高い水準まで上がり、インフレは収まる一方で景気は冷え込みます。この政策は確かにインフレを抑えることに成功しました。しかし、副作用も大きかったのです。高金利は企業の投資を冷え込ませ、アメリカ経済は深刻な不況に陥りました。失業率は 10% を超え、多くのアメリカ人が職を失う結果となったのです。そして1981年、ロナルド・レーガンがアメリカ大統領に就任します。彼は大規模な減税と規制緩和を進める、いわゆるレーガノミクスと呼ばれる経済政策を実施しました。企業や富裕層への減税を行い、経済を活性化させようとしたのです。同時に、レーガン政権は軍事費を大幅に増やします。ソ連との冷戦が続く中、スター・ウォーズ計画と呼ばれる戦略防衛構想を打ち出し、軍事力の強化を進めました。この減税と軍事費増大の組み合わせは、アメリカの財政赤字を急速に拡大させました。政府の収入は減り、支出は増えるため、当然、赤字は膨らみます。これを双子の赤字と呼びました。国の家計の赤字と海外との取引の赤字の2つを指します。
さて、ここで重要なのが高金利政策の別の影響です。アメリカの金利が高いということは、世界中の投資家にとってドルで資産を持つことが魅力的になったことを意味します。世界中からドルを買う動きが強まり、ドルの価値はどんどん上がっていきました。これをドル高と言います。一方、日本はどうだったでしょうか。日本は1970年代のオイルショックを省エネ技術の開発と産業構造の転換で乗り切りました。自動車、電気、半導体などの製造業が急成長し、品質の高い製品を世界中に輸出するようになったのです。特に自動車産業の成長は目覚ましいものがありました。トヨタ、日産、ホンダなどの日本車は燃費が良く、故障が少なく、価格も手頃ということで、アメリカ市場でどんどんシェアを伸ばします。1980年代半ばには、アメリカの新車市場で日本車のシェアは2割前後の高い水準に達しました。電気製品でも同様です。ソニーのウォークマン、パナソニックのビデオデッキ、東芝のラジカセなど、日本製の家電製品がアメリカの家庭に次々と入り込んでいきました。メイドインジャパンは高品質の代名詞となっていたのです。この日本の輸出構成に、ドル高が拍車をかけました。ドルが高いということは、相対的に円が安いことです。円安になると、日本製品はドル建てで見るとさらに安くなります。これが日本の輸出をますます有利にしたのです。1985年には、アメリカの対日貿易赤字はおよそ500億ドル。これは物の取引、いわゆる在貿易だけの数字です。これは当時の感覚ではとてつもない巨額です。アメリカから見れば、それだけの貿易赤字を抱えていることになります。アメリカの製造業は悲鳴を上げます。デトロイトの自動車工場では次々と工場が閉鎖され、労働者が解雇されました。鉄鋼業も同様で、ペンシルベニア州やオハイオ州の製鉄所が次々と操業を停止する事態です。これらの地域は、後にラストベルトと呼ばれる錆びついた工業地帯へと変貌していきます。アメリカ議会では、日本に対する批判が高まりました。日本は不公正な貿易をしているのではないか。市場を閉鎖し、ダンピングをしているのではないか。こうした声が日増しに強まっていったのです。1985年春には、アメリカ議会で保護貿易法案が次々と提出されます。日本製品に高い関税をかける、輸入数量を制限する、といった内容。もしこれらの法案が通れば、自由貿易体制は崩壊し、世界経済は大混乱に陥る恐れがありました。こうした状況の中で、抜本的な対策が必要だという認識が、アメリカ政府内で高まります。そして、その解決策として浮上したのが、為替レートの調整、つまりドル安への誘導だったのです。第2章、プラザ合意とは何か。1985年9月22日の歴史的会議。1985年9月22日、日曜日、ニューヨークの5番街に面したプラザホテルに、世界経済の流れを左右する5カ国の財務大臣と中央銀行のトップたちが集結しました。アメリカからはジェームズ・ベーカー財務長官とポール・ボルカー連邦準備制度理事会議長、日本からは竹下登大蔵大臣と住田聡日本銀行総裁、西ドイツからはゲルハルト・シュトルテンベルク財務大臣とカール・オットー・ペール連邦銀行総裁、イギリスからはナイジェル・ローソン財務大臣とロビンリー・ペンバトン・イングランド銀行総裁、フランスからはピエール・ベレゴボア財務大臣とミシェル・カムデシュフランス銀行総裁。これらは G5 と呼ばれる先進5カ国の財務責任者と中央銀行のトップです。彼らがプラザホテルに集まった目的はただ一つ、ドル高を是正し、アメリカの貿易赤字を減らすための協調介入について合意することでした。会議は極秘裏に進められます。もし会議の内容が事前に漏れれば、為替市場が大混乱に陥る可能性があったからです。実際、会議が日曜日に設定されたのも、為替市場が休みで、市場への影響を最小限に抑えるためでした。会議でアメリカのベーカー財務長官は、強い調子で主張しました。アメリカの貿易赤字は限界に達している。議会では保護主義的な法案が次々と出されている。このままでは自由貿易体制が崩壊してしまう。だから、ドルを下げる必要があるのだ。と、日本の竹下大蔵大臣は、難しい立場に置かれます。円高は日本の輸出産業に大きな打撃を与えることは明らか。しかし、アメリカとの関係を悪化させることも避けなければなりません。日本はアメリカの同盟国であり、安全保障をアメリカに依存していたからです。結局、長時間の議論の末、5カ国は合意に達します。では、その合意で決まったことを見ていきましょう。まず、為替レートの現状認識として、ドルが他の主要通貨に対して過大評価されていることを確認しました。
そしてこの不均衡を是正するため、各国が足並みを揃えて為替を買ったり売ったりする協調介入を行うことで合意したのです。合意の発表と同時に各国は大規模な協調介入を開始しました。市場の流れは明確に変わります。また各国は国のお金の出し入れと金利の決め方を管理するマクロ経済政策でも協調することを約束します。アメリカは財政赤字を削減する。日本と西ドイツは内需を拡大する。こうした政策の組み合わせで世界経済の不均衡を是正しようとしたのです。合意文書自体は短い共同声明でしたが、その影響は計り知れませんでした。会議の翌日、1985年9月23日月曜日、合意内容が発表されると、為替市場は激震します。発表の前後、為替は240円台から一気に円高へ傾き、1987年末には120円台まで進みました。その後、1987年のルーブル合意で、各国は今の水準付近での安定を目指す姿勢も示します。これには市場関係者も驚きを隠せません。G5 が本当に協調介入を行うとは思っていなかったからです。しかし、各国の中央銀行が実際に大規模なドル売り介入を始めると、市場の流れは完全に変わりました。投資家たちは、これからドルが下がると判断し、次々とドルを売り始めます。これがさらなるドル安を招き、円高を加速させました。まさに雪崩のような動きです。プラザ合意の特徴は、公然と為替レートの調整を宣言したことにあります。それまでも各国が単独で為替介入を行うことはありましたが、主要国が協調して、しかも公然と為替レートを動かそうとしたのは、変動相場制移行後初めてのことでした。なぜ各国はこのような異例の合意に踏み切ったのでしょうか。アメリカにとっては、貿易赤字の削減が至上命題でした。ドル高では輸出が伸びず、輸入ばかりが増えてしまう。ドルを下げることで、アメリカ製品の競争力を回復させようとしたのです。西ドイツとイギリス、フランスにとっては、アメリカの保護主義を防ぐことが重要でした。もしアメリカが保護主義に走れば、ヨーロッパ製品もアメリカ市場から締め出される恐れがありました。それを防ぐため、プラザ合意に協力したのです。では、日本はなぜ自国の輸出産業に不利になる合意を受け入れたのでしょうか。一つには、アメリカとの関係を重視したからでしょう。日本の安全保障はアメリカに依存しており、経済摩擦で関係が悪化することは避けたかったのです。また、日本政府には、ある程度の円高は日本経済にとってプラスになるという考えもありました。円高になれば、石油などの輸入品が安くなり、物価が安定します。内需主導の経済成長に転換する良い機会になるとも考えられたのです。しかし、この判断が後に大きな誤算となることを、この時点では誰も予想していませんでした。第3章、急激な円高の衝撃、日本経済への影響。プラザ合意後、円高は予想をはるかに超えるスピードで進行しました。1985年9月の1ドルに140円前後から、年末には200円台前半まで円高が進みます。翌1986年1月には200円を割り込み、1986年後半には150円台に入り、1987年末には120円台に達しました。わずか2年で円の価値は2倍になったのです。為替の月次平均で見ると、1985年9月は約236円、1987年12月は約128円まで円高が進みました。この急激な円高は日本経済に巨大な衝撃を与えました。まず直撃したのは輸出産業です。例えば、1台100万円で作った車を1ドルに140円の時代には約4200ドルで売ることができました。しかし、1ドル120円になると、同じ車を売るには約8300ドルの価格をつけなければ、同じ利益を得ることはできません。価格を2倍にすれば、当然売れなくなります。かといって、価格を据え置けば、利益がなくなってしまうのです。自動車メーカーは必死の対応を迫られます。トヨタ、日産、ホンダなどはコスト削減のため部品メーカーに値下げを要求しました。部品メーカーはさらに下請け企業に値下げを求めます。こうして円高の圧力は日本の製造業全体に波及していったのです。電機メーカーも同様の苦境に立たされます。テレビ、ビデオデッキ、半導体など日本が得意としていた製品の競争力が急速に失われました。韓国や台湾の企業が価格競争力を武器に市場シェアを奪い始めたのです。鉄鋼業、造船業、繊維業なども大きな打撃を受けます。これらの産業では工場の閉鎖や人員削減が相次ぎました。特に地方の工業都市では
基幹産業の衰退により地域経済全体が疲弊していったのです。1986年、日本経済は円高不況と呼ばれる景気の落ち込みに直面します。経済成長率は急速に低下し、企業の倒産が相次ぎました。失業率も上昇し、社会不安が広がっていったのです。この状況に対し、日本政府と日本銀行は大規模な対策を打ち出しました。まず、日本銀行は金利を大幅に引き下げます。法定部合は1986年1月の 4.5% から同年11月には 3.0%、そして1987年2月には 2.5% まで引き下げられました。これは当時としては歴史的な低金利です。金利を下げることで企業の借入コストを下げ、設備投資を促進しようとしたのです。また、低金利は円を売ってドルを買う動きを誘発し、円高を抑制する効果も期待されました。政府は大型の総合経済対策や追加対策を相次いで打ち出し、景気の下支えを図ります。道路、橋、港湾などのインフラ整備に巨額の資金が投入されたのです。急激な円高への対策として低金利が続き、豊富な資金が株や不動産へと向かいます。結果として資産価格が実態を超えて膨らんでいきました。円高のもう一つの大きな影響は、日本企業の海外進出の加速です。国内で生産して輸出することが困難になった企業は、生産拠点を海外に移し始めます。円高対策として、日本の自動車メーカーは1980年代から米国での現地生産を一気に広げました。例えばトヨタは1988年にケンタッキー州に工場を稼働。現地で生産することで、為替リスクを回避しようとしたのです。電機メーカーも、東南アジアや中国に生産拠点を移します。人件費の安い国で生産することで、コスト競争力を維持しようとしたのです。この産業の空洞化は、日本の製造業の構造を根本的に変えていきました。国内の工場が減り、雇用が失われていく一方で、海外での日本企業の存在感は増したのです。円高は消費者にとっては恩恵もありました。輸入品が安くなり、海外旅行も身近なものとなります。出国する日本人は1985年の約500万人から1990年には約1000万人へと急増しました。高級ブランド品の輸入も急増します。ルイ・ヴィトン、エルメス、シャネルなどの欧州ブランドが日本で爆発的に売れるようになりました。銀座や青山には高級ブランドの店が次々とオープンしたのです。こうして円高は日本社会に複雑な影響を与えます。製造業は苦境に陥る一方で、金融業や不動産業は活況を呈し始めました。そしてこの構造変化が次に訪れるバブル経済の下地を作っていったのです。第4章、バブル経済の誕生、プラザ合意がもたらした競争。円高不況対策として実施された大規模な金融緩和と財政出動は予想外の副作用をもたらしました。それがバブル経済の発生です。1987年頃から日本経済に異変が起き始めます。株価と地価が異常な勢いで上昇し始めたのです。日経平均株価は1985年末の約1万3000円から1989年12月29日には3万8915円という史上最高値を記録しました。わずか4年で3倍になったのです。地価の上昇はさらに激しいものでした。特に東京都心の商業地は大幅に上がり、地点によっては1985年から1990年の5年間で数倍にもなりました。銀座の一等地では1坪1億円超と報じられる地点もあり、資産価格は異常な水準に膨らみます。なぜこのような異常な資産価格の上昇が起きたのでしょうか。最大の原因は過剰な金融緩和です。日本銀行は円高対策として金利を下げ続け、市場に大量の資金を供給しました。この資金が実体経済に回らず、株式市場と不動産市場に流れ込んだのです。企業は低金利を利用して銀行から資金を借り、その資金で株や土地を購入します。株や土地の価格が上がれば、それを担保にさらに借り入れを増やし、また株や土地を買う。この循環が続き、資産価格はどんどん上昇していきました。銀行も積極的に融資を拡大します。土地を担保にすれば、いくらでも貸せる。土地の価格は決して下がらない。こうした土地神話に基づいて、銀行は不動産関連融資を急増させたのです。個人投資家も株式投資に熱狂しました。証券会社の店頭は連日大混雑し、主婦や高齢者までが株式投資に参加します。NTT 株の上場時には抽選が殺到し、高倍率となりました。企業の行動も異常でした。本業よりも在宅と呼ばれる金融投資で稼ぐ企業が増えます。メーカーが不動産業に進出したり、
商社が美術品投資を行ったりと、本業とは関係ない投資が横行したのです。この時期、日本企業は世界中の資産を買い漁ります。三菱地所はロックフェラーセンター関連の大規模取引で世界の注目を集めました。ソニーはコロンビアピクチャーズを株式対価34億ドル、債務含めて約48億ドル規模で買収します。こうした日本企業の海外投資は、世界中で注目を集めた象徴的な出来事でした。ゴルフ場開発も盛んに行われました。全国各地で新しいゴルフ場が建設され、会員権の価格も高騰します。1億円を超える会員権も珍しくありませんでした。美術品市場も異常な活況を呈しました。1987年、安高再開場はゴッホのひまわりを約58億円で落札します。1990年には、大昭和製紙の会長がゴッホの石菓子の肖像を約125億円で落札し、世界を驚かせたのです。消費も過熱します。高級車、高級時計、宝石などの売り上げが急増しました。ディスコやレストランは連日満員で、1本数万円のワインが飛ぶように売れます。クリスマスには、ティファニーの店の前に長蛇の列ができたほどです。しかし、この繁栄の裏で、深刻な問題が進行していました。まず、資産格差の拡大です。土地や株を持っている人は巨額の含み益を得ましたが、持たざる者との格差は広がる一方でした。特に若い世代にとって、マイホームは手の届かない夢となってしまったのです。また、実体経済と資産価格の乖離も深刻です。企業の利益成長率は年率 10% 程度なのに、株価は年率 30% 以上のペースで上昇しました。この乖離はいずれ修正されざるを得ません。政府と日本銀行もバブルの危険性を認識し始めていました。1989年からの段階的な利上げに加え、1990年3月に不動産向け融資の伸びを抑える総量規制が導入され、過熱は一気に冷めていきます。これらの対策で過熱が冷め、その後に株価、地価が調整へと向かいました。第5章、失われた30年への序章、プラザ合意の長期的影響。1990年、ついにバブルは崩壊を始めました。まず株価が下落を始めます。1990年1月4日、日経平均株価は年初から下落し、その年の10月には2万円を割り込みました。わずか10ヶ月で、株価はほぼ半分になったのです。地価の下落は、株価よりも遅れて始まりましたが、その下落は長期にわたって続きます。東京都心の商業地の地価は、1991年をピークに下落を始め、2000年代初頭まで下がり続けました。ピーク時の5分の1まで下落した地域もあったのです。バブル崩壊の影響は、日本経済全体に波及しました。まず、銀行が深刻な不良債権問題を抱えることになります。バブル期に土地を担保に貸し出した融資が、地価下落により回収不能となったのです。バブル崩壊後、銀行の不良債権が大きな問題となりました。大手銀行では2001年度におよそ27兆円、銀行全体では2002年度に40兆円台に達します。累計の処理額は約100兆円規模に上ったとみられます。企業も苦境に陥ります。バブル期に高値で購入した土地や株式が値下がりし、巨額の含み損を抱える結果となりました。在宅で失敗した企業の倒産が相次ぎます。個人消費も冷え込みました。資産価格の下落により、逆資産効果が発生し、人々は消費を控えるようになります。高級品の売り上げは激減し、デパートや専門店の閉店が相次いだのです。この経済停滞は、その後30年以上も続くことになります。これが失われた30年と呼ばれる日本経済の長期停滞です。1990年代、日本経済はほとんど成長しませんでした。実質 GDP 成長率は年率 1% 程度にとどまり、先進国の中で最低水準です。デフレーションも進行し、物価は下がり続けました。雇用環境も悪化します。終身雇用制度は崩壊し、非正規雇用が増加しました。若者の就職難も深刻化し、就職氷河期と呼ばれる世代が生まれたのです。では、プラザ合意は本当に日本経済停滞の原因だったのでしょうか。この問題については、経済学者の間でも意見が分かれます。長期停滞の主因については見解が分かれるところです。円高だけでなく、国内の政策運営や金融システムの課題も重なったと考えられています。確かに、他のプラザ合意参加国を見ると、日本のような長期停滞は経験していません。西ドイツも丸高になりましたが、その後も堅調な成長を続けました。これは、プラザ合意自体が問題なのではなく、その後の政策対応が問題だったことを示唆しているのです。しかし、
プラザ合意が日本経済の転換点となったことは間違いありません。プラザ合意前の日本は輸出主導の高度成長を続けていました。プラザ合意後、日本はその成長モデルの転換を迫られ、その過程でバブルとその崩壊を経験します。また、プラザ合意は国際経済秩序における重要な教訓も残しました。第一に、為替レートの人為的な調整には限界があること。市場の力は強大であり、政府の介入だけでは持続的な調整は困難です。第2に、国際協調の重要性と難しさです。各国の利害は必ずしも一致せず、協調行動を取ることは容易ではありません。第3に、急激な政策変更のリスクです。緩やかな調整ではなく、急激な変化は予期せぬ副作用をもたらす可能性があります。現在から振り返ると、プラザ合意は世界経済史における重要な転換点でした。それは、アメリカの経済覇権の相対的な低下と、グローバル経済の相互依存の進化を象徴する出来事です。日本にとっては、高度成長の終焉と、新たな成長モデルを模索する長い旅の始まりでした。その旅は、今もまだ続いています。令和の時代になった今、日本は再び大きな転換期を迎えています。少子高齢化、デジタル革命、グリーン転換など、新たな課題に直面するでしょう。プラザ合意とその後の経験から学んだ教訓を生かし、これらの課題を乗り越えていくことが求められています。プラザ合意から約40年、たった1日の会議が、これほど長期にわたって一国の経済に影響を与えるとは、当時誰も想像していませんでした。プラザ合意は、国際経済の複雑さと政策決定の難しさを私たちに教えてくれます。善意から始まった政策が、予期せぬ結果をもたらすことがある。短期的な解決策が、長期的な問題を生むことがある。そして、一度始まった変化は、簡単には元に戻せないということを。しかし同時に、プラザ合意は日本経済の強靭さも示しています。バブル崩壊後の困難な時期を経ても、日本は世界第3位の経済大国の地位を維持しています。技術革新は続き、新たな成長の芽も育んでいます。歴史を学ぶことの意味は、過去を嘆くことではありません。過去から学び、現在を理解し、未来をより良いものにすることです。プラザ合意の経験は、私たちに多くの教訓を与えてくれます。国際協調の重要性、急激な変化のリスク、長期的視点の必要性、これらの教訓は、グローバル化が進む現代において、ますます重要です。歴史は繰り返さないかもしれませんが、韻を踏むことはあります。プラザ合意の物語を知ることで、私たちは現在起きている経済現象をより深く理解し、未来に向けてより良い選択をすることができるでしょう。もしこの動画が面白かったら、いいねとチャンネル登録をお願いいたします。また、コメントであなたが最も興味を惹かれたプラザ合意の発見を教えてください。それでは、次回の旅でまたお会いしましょう。